今日は米粉のチョコレート蒸しパンを作りました。こんにちは、料理研究家のゆかりです。このチャンネルはいろんな料理のレシピ、そして役立つ情報をご紹介していくチャンネルです。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。今日は米粉のチョコレート蒸しパンを作りたいと思います。はい、ということで今回は米粉を使った蒸しパンレシピをご紹介していきます。今回のチョコ蒸しパンは生地をココアパウダーで作って、生地の中に砕いたチョコレートを合わせて蒸しパンにしていきたいと思います。作り方にもところどころポイントがありますので、ぜひ最後まで楽しんでみてください。それではどうぞ。それでは今日の材料をご紹介します。材料はこちらです。米粉、豆乳、お砂糖、ココアパウダー、サラダ油、ベーキングパウダー、チョコレート。今回はこちらの材料で作っていきます。まず今回水分なんですが、無調整豆乳を使っていきます。こちらは牛乳で代用していただいても OK です。豆乳を使う場合は無調整豆乳を使用するようにしてください。そしてお砂糖ですね。こちらは白砂糖です。お好みできび砂糖などで代用していただいても大丈夫です。そしてあとはチョコレートですね。今回使うのがロッテのガーナブラックチョコレートです。このチョコレートはトッピングなどに使っていくので、お好みのチョコレートを使ってください。そして今回はこちら8号サイズの紙カップを使っていきます。この紙カップは100円ショップのキャンドゥさんで購入したものになります。このカップを使っていくんですが、紙カップ1枚だと生地を入れた時に広がってしまいますので、同じ8号サイズですね、こういったシリコンカップなどにはめ込んで使うようにしてください。あるいはですね、このままシリコンカップに直接生地を入れていただいても OK です。ちなみにこのシリコンカップも100円ショップのキャンドゥさんで購入したものになります。このように型に敷き詰めて準備しておきましょう。ということで早速作っていきたいと思います。それでは作っていきます。まずはじめにボウルの中に豆乳を入れてください。そしてここにお砂糖を加えます。これをよく混ぜましょう。お砂糖のシャリッという感じがなくなるまでしっかりと混ぜてください。はい、OK です。しっかり混ざったら続いてここにサラダ油です。ちなみにこのサラダ油は米油などで代用していただいても大丈夫です。そうしましたらよく混ぜましょう。こちらも同様にね、30秒ほどしっかりと混ぜてください。材料はこのように一つずつ加えて、その都度よく混ぜるようにしてください。続きましてここに米粉を加えます。こちらはね、ふるって加えてください。そしてよく混ぜます。ダマができないようにしっかりね、混ぜるようにしてください。はい、 OK です。結構ね、サラサラサラっとした生地感になってます。続きましてここにココアパウダーです。こちらはね、必ず純ココアパウダーを使ってください。そしてふるいます。ふるったらまたよく混ぜましょう。こちらもココアパウダーがダマにならないようにしっかり混ぜてください。最初ね、思いっきり混ぜてしまうと粉が飛び散ったりするので、最初は中央からね、静かめに混ぜていただくとやりやすいと思います。はい、よく混ざりました。ココアパウダーを入れると先ほどよりもね、少しもったりとした生地感になってきます。それでは続いてベーキングパウダーですね。こちらもふるって加えましょう。ベーキングパウダーに関しましては水分に反応するので、必ず一番最後に加えるようにしてください。最初から加えてしまうと膨らまない原因になりますので注意しましょう。ではふるいます。そしてまたよく混ぜてください。生地はこれで OK です。それではこの中にですね、チョコレートを半分砕いて加えたいと思います。残りは型の中に流し入れてからトッピングとして上に乗せていきます。それではね、チョコレートを手で砕いて入れていきます。もちろん包丁で刻んでいただいても OK です。適当にね、このように砕いて入れましょう。はい、でチョコレートを加えたらよく混ぜてください。はい、 OK です。最後はですね、このぐらいもったりとした生地感になってます。それでは型に入れていきたいと思います。入れる時はスプーンでね、すくっていただくといいかなと思います。あとはですね、こちら残りのチョコレートを砕いておきましょう。こちらもね、適当に手で砕いてください。はい、 OK です。それでは型の中に生地を入れていきます。だいたい8分目から9分目ぐらいまで入れてください。はい、こんな感じです。ではね、残りも同じように生地を入れていきます。チョコレートがね、均一に入るように調整しながら入れてみてください。はい、
このように入れてください。今回は8号サイズのカップ6つ分になります。それではこちら砕いておいたチョコレートを上にトッピングしていきます。こちらはね、好きなようにトッピングしてみてください。気持ちね、押さえつけてね、トッピングするようにしましょう。はい、OK です。このようにトッピングしてください。それでは今からフライパンで蒸していきます。それではフライパンを用意してください。今回は24センチのフライパンで蒸していきます。まずフライパンの底から1センチぐらいのお水を注ぎ入れてください。そして火にかけます。こちらのお水を一度沸騰させてください。はい、沸騰しました。沸騰したら一度火を止めます。火を止めるとこのように蒸気が上がってくるので、蒸気でやけどしないように注意してください。それでは肩を並べていきます。この時もやけどしないように注意してください。はい、並べました。並べたら蓋を押します。そしてまた火にかけて、火加減は中火です。このまま10分蒸していきます。蒸している最中にお湯がなくなりそうになったらお水を追加して蒸し続けてください。空だきにはならないように注意して蒸しましょう。それでは蒸していきます。火加減はこのぐらいの中火です。はい、10分経ちました。火を止めます。そして蓋を開けます。じゃじゃーん。このようにふっくらと美味しそうに仕上がってます。そうしましたらこちらフライパンから取り出します。熱いので粗熱を取ってからでも大丈夫です。取り出します。はい、取り出しました。それではね、型から外していきます。この時もやけどしないように注意してください。はい、こんな感じでふっくらと美味しそうに仕上がりました。はい、これで米粉のチョコレート蒸しパンの完成です。こんな感じに仕上がりました。このようにチョコレートもたっぷりで美味しそうに仕上がってます。そして蒸しパンもふわっふわです。これで完成です。それでは早速いただきたいと思います。ではいただきます。生地がもちもちですごく美味しいです。そしてチョコレートがたっぷり入ってるのですごく濃厚です。はい、ということで今日も美味しく仕上がりました。今回の米粉のチョコレート蒸しパンのポイントです。まず今回チョコレート蒸しパンということで、生地はココアパウダーで仕上げて、中に板チョコを割って加えてます。こちらのチョコレートに関しましては、お好みのチョコレートを入れて作ってみてください。そして生地を作る時のポイントです。生地を作る時は材料を一つずつ加えて、その都度よく混ぜるようにしてください。そうすることで生地の馴染みも良くなって仕上がりも良くなります。そして今回揃えた材料なんですが、サラダ油は米油、豆乳は牛乳、こういったもので代用していただいても OK です。そしてベーキングパウダーを入れるタイミングなんですが、ベーキングパウダーは水に反応するので必ず最後に加えるようにしてください。そうすることでふっくらと膨らみます。そしてその後ですね、型の中に流し入れて残しておいたチョコレートを上にトッピングしてください。こちらのトッピングもお好みでやっていただけたらと思います。あとは蒸すだけなんですけれども、今回中火で10分蒸してます。蒸している最中にもしお湯がなくなりそうになったら、途中で蓋を開けてお水を追加してください。空だきにならないようにだけ注意していただけたらと思います。そして蒸しパンができたら一度ね、竹串などで生の生地がついてこないかだけチェックしていただくといいかなと思います。ただですね、今回中にチョコレートも入れてるので、溶けたチョコレートと間違わないようにだけ注意してください。ちなみに今回ですね、8号サイズのカップで6個分になります。こちらは目安にしてみてください。あとですね、ちなみにこちらの蒸しパンなんですが、冷凍保存することもできます。もし余った時は1つずつラップにくるんで、その後ジップ袋に入れて冷凍保存してください。だいたい1週間ぐらいを目安に召し上がっていただけたらと思います。材料は手軽で作り方もすごく簡単です。とても美味しいのでぜひ作ってみてください。はい、ということで今日は米粉のチョコレート蒸しパンを作りました。私のチャンネルでは他にもたくさんいろんな動画を配信してます。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。そして Twitter、インスタ、Facebook、TikTok こちらにもいろいろアップしていますので、ぜひいいね、フォロー、シェアしていただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。ということで今日はこの辺で終わりたいと思います。本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。ぜひグッドボタンもよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。